玄米粉より珍しいですね。だからうちのオリジナル。どんな味になるんですか？そんな変わんない。あ、そうなんですね。玄米が多かった。今日はスペシャル。米粉はさ、グルテンフリーだし、あれしなくて済むからいいんだよね。シャカ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 。ふるいにかけなくてもダマにならない。ならない、米粉は。へえ。すごい楽だよ。だからオーブンが温まるまであともう少し。うちはとか言ってそういうこと言ってたんですね。30分後ですね。余計な脂肪とか筋とかはやっぱりね、ひと手間かければ美味しくなるので。ここではどのくらいからお店やられてたんですか？10年ぐらい前ですかね。2013年から2017年までやった。で一旦お休みして、そうですそうです。また今日リニューアル。そうですそうです。カフェも週3、4しかやってなかったんですね。でその他をレンタルスペースとしてもやってたので、カフェを一旦お休みしてからレンタルスペースだけはずっと続けてたんですね。それ以外でもお店は結構よく使われてたんですか？そうですそうです。撮影とかドラマの撮影でも使われてましたよ。芸能事務所さんのこれから売り出すっていう形のドラマを撮影したりとか、あとお笑いさんのライブを撮ったりとか。これは何を入れてるんですか？塩麹ですね。私の大好き肉を柔らかくして下味をつけます。やっぱ塩麹だとお肉結構柔らかくなります。かなり柔らかくなりますよ。臭み消しにもなるんですよね。繊維を壊してくれるので。普段はこういう塩麹とかを使うレッスンをしてるの？そうですそうです。自分で非加熱で塩麹を作るっていうレッスンを、それをもとに、それを使ったレシピのお料理作りですねのレッスンをしています。塩麹はね、自分で非加熱で作ると自分の体に合った塩麹ができるって言われてるんですよ。そうそうそう、ありがとう。ありがとうございます。
ガンっていうから気をつけてください。業務用なので結構火が。今回はプレオープンなのではい。品数も増やしたんですよね。あ、そうなんですね。おかずがうんうん。 6品6品6品なのでじゃあもう6品今からバババッと。バババッとそしてシフォンケーキも焼かなきゃいけないっていう、うん。これも料理教室のレッスンとかでお勉強できたりするんですか？このトマト煮はないんですけど、鶏料理で私の一番の代名詞っていうかオーブン焼きっていうのがあるんですけど、それは鶏肉と塩麹を使ったお野菜たっぷりのオーブン料理になります。お客様で生徒さんもいらっしゃるので、自分で作れないものを出せるそうですね、そうですね、なるほど。リクエストがあればやりますけどもちろん、私はホール缶はトマトホールはダイスじゃなくて絶対丸々1個のやつを使います、そっちの方がね美味しい気がします。はい、よし、じゃあ次は長芋とナッツを切っていきます。はい。今回この料理を選んだ理由は何だったんですか？これはですね、残暑が厳しかったので、体を冷やすためのなんか冷やし鉢にしたんですけど、残暑の方が結構きつかったりするじゃないですか。体冷やすので、冷やす食べ物なので、これだし汁です。もうだしは取っといて、直接入れるんですね。直接入れます。白だしの投酒もやってるんですけど、それだと簡単にできますね。この白だしのレッスンで使ってるだしと一緒ってこと？そうですね。レッスンはどこでやられてるんですか？新松戸の自宅なんですね。あとここでも不定期でやってます。あ、そうなんですね。で、結構アットホームな感じでやられてるんですか？そうです。はい。これね、繊維を壊して柔らかくするためなんですよ。だいぶじゃあ一手間で。そうですね。どうだろう、ここかな。あ、この辺は柔らかそうだね。
ちらも大丈夫。見た目にはでもさ、それぐらい OK。米粉はグルテンの力がないでしょ、はい。だからみんなベーキングパウダーとか使うんだけれども、うんうん。私はベーキングパウダーの味がすごいしちゃう感じがして嫌なので、卵だけで立ち上がらせる。じゃあ結構難しいんですか？そうなんですよ、うんだからね卵白の泡立て具合が結構肝。米粉のシフォンケーキを作られてるところはすごく多いと思うんですけど、玄米粉使ってるってなかなか確かに。ないと思うんですよね。これも先生が作られてるんですか？そうですよ。味噌作りははい。もう10年以上になりますね。前のカフェやってた時も、自分の作った自家製味噌でお味噌汁とか出してたので、お味噌料理とかしてたので、もうこのまま、本当にね、出汁がなくても美味しいのと重ねる。美味しいと思います。おー、いいね。このカフェを始めたきっかけは私前職が全く別の仕事をしてたんですけれども、その時にコミュニティの場所を作りたいなと思っていて、でそれと同時に友人たちとかからお料理がちょっと得意だったりして飲食業もやってたことがあった携わってたこともあったんですね。その時になんか友人たちから料理とかも教えてもらえないだろうかっていう声もあって、それで、カフェをやりたいなと。カフェをやればそれも両方叶うなと思って。メニューを作る上で何かこだわりとかってありますか？まずね、彩り。もちろんバランスも大切、バランスなんですけど、一番重視してるのは、その中でやっぱり野菜多めで肉類、動物系肉とかお魚とかを一品ずつっていうイメージ。でその中でもやっぱり彩り、ビタミンカラーってやっぱりよく言うじゃないですか。ね。その子普段はどういうレッスンされてるんですか？
発酵調味料のレッスンが主なんですね。その中でも調味料を使って簡単にできるお料理っていうのを教えてます。でその他に季節のお料理レッスンっていう形で季節でしか作れない発酵調味料ってあるじゃないですか。例えば今の時期って柚子胡椒。確かに柚子ですね。そう。これからだとハロウィンとかクリスマスとか、あとはその発酵調味料を使ってですね。その発酵調味料ってどういうものがあるんですか？塩麹、醤油麹、甘麹っていうのが私の3倍定番の3つっていう感じなんですね。でその他ににんにく麹、玉ねぎ麹とか、あと酒粕を使ったレシピだったり、あと私はケチャップとかも手作りで発酵で作ったりしていますね。あとは万能つゆ、要はめんつゆって言われてる、それがすごい人気がありますね。もうそれを作るとどうしてもやっぱりめんつゆって添加物とかもまあ結構入ってるじゃないですか。それを自分で作れればもうそれ1本で、私はもうだから煮物から丼物から、もちろんそうめんつゆだったりとか全部できる感じでやってます。いろんなレッスン受ければ家の調味料が全部自家製になる感じ。そう本当にそういう感じなんですね。いい色。これだからかわいい。こらオッケー、よかった綺麗に焼き上がってね。よかった、ほっとしてますこのかぼちゃじゃないかもしれない。北海道産かぼちゃ。これはね、クコの実ですね。漢方でもよく使われるんですけど、女性にとてもいいアンチエイジングとか美肌効果があったり、あと目とかの疲れとかでもいいんですね。スーパーフードって言われてますよ。私はね、カルダモン入れるんですね。カルダモンね、大好きなんですよ、スパイスで。どんな感じに変わるんですか、入れると？入れすぎると主張が強くなっちゃうので、向こう側にちょっとスパイシーな感じ。やっぱ大人っぽい感じですよね。非公開ね。よいしょ。お店で何かこだわったところ、内装でとかありますか？もういっぱいあります。まずは入り口の扉を受注出して、このアイアンは、私が自分でデザインしてアイアンをの会社ですかね、工場に作ってもらったんですね。で自分でペンキで色を塗って
で、扉はさすがに業者さんこの扉を作ってくれた方が塗ってくれたんですけど、それもこのグリーンが良くて、この色のグリーンが良くて、でアイアンは自分で塗りました。あと2つあるんですけど、はい、もちろんもちろん。この3ですか、この3なんですけど、何もついてなかったんですけど、何もついてない窓ガラスが1枚バーンってあったので、こういう木のサッシが欲しいって言って見積もりを取ったらすごい高かったんですね。でなのでこれも全部手作りしました。手作りの3なんですね。はい、もうホームセンター行って木を買って全部この木枠を作って、ペンキ塗ってトンテンカンテンやって、もう見ていただいたら分かるんですけど、すごく手作りって感じじゃないですか？いや、そんなことないです。今言われなければ気づかなかったです。本当ですか？はい、そうなんです。じゃあ気づかなかったことにしてください。はい。あともう一つはもうトイレです。お手洗いです。そうなんですね。開けますね。はい。でこちらはもうお子様とかベビーカーとか見てられたりとかできるような感じの広さだったりして、でもう一つの方も壁紙をちょっとこだわったんですけど、こんな感じですね。可愛い。可愛いです。もう全部探し回って、洗面台とかもどっちも、へえ。あと鏡も、久しぶり、きみちゃん。お、綺麗。スイカのサラダを作ります。これちょっと夏にぴったりなんですよ。でミントでしょ、爽やかですね。そうなんですよ。そしてバルサミコ酢とできてんじゃん。そうやってやってんのかな。今日はね盛りだくさんにしたのよ。ちゃんと寝てた？今日2時運命とかって気持ち悪いけど運命だ。まだ2年。あそこから来てる。が始まる2年前。そうだ、みなちゃんだから2時ぐらいには出ないとダメかもしれないね。ダメだ。それ乗っかってさ。すごい豪華じゃない。すごい。亡くなった頃に忘れてよかった。写真撮るの忘れたってな。そうだよね。になります。もう勝手に言うも言わせず美味しいでしょ。これ味噌汁なんですか？そうだよ。だし入ってないよ。すごい旨味がすごいですね。そうでしょ。美味しかった。いつも通り美味しかったです。何が一番美味しかったとかありますか？スイカ。スイカが。何あれ？スイカじゃなかった。何が入ってたのかわかんないけど、スイカがカッテージチーズ。あれがなんかみずみずしくて美味しかった。スイカのサラダっていうのが新鮮で。あと醤油麹の辛いやつ。
あとアボカドね。いつものいつものね、野菜のグリルのアボカドのディップが美味しかった。あとまだとにかく全部教えて。全部美味しかった。あ、煮物も美味しかったね。あ、そうそう。あの梅ね。梅のさっぱりしたよ。だし飲んじゃいました。すごい綺麗に食べちゃった。スプーンないのに綺麗に食べてる。よよくいらっしゃってたんですか、以前から。カフェにも来てたし、レッスンもいっぱい受けてます。ああ、そうだったんですね。どれも好きなんだね、よね。どれも好きで、うん全部体に優しい。本当はベイク、ベイクなんだけど、塩麹が入ってる。そう、めっちゃ美味しいですよ。今回一つ重なって、シロップがちょっとバラのシロップが仕上がって、ちょっと美味しそう。美味しかったです。何が一番美味しかったとかありますか？真ん中に乗ってた赤いトマト煮込み。トマト煮込みって洋風じゃないですか。あれにやっぱなんか青唐と醤油麹が混ざってるっていうのが意外と合うんだなと思ってあれだと思ったんですけど、そうそうそうなんか洋風と合うんだなっていうのがびっくりして美味しかったです。このカラーが好き。ありがとうございます。おめでとうございます。すごい可愛い。ありがとうございます。お食事食べてみていかがでしたか？はい、すっごく美味しかったです。なんかどのお皿もなんか体にいいっていうのがもう分かる、もう愛情込めて作られてるっていうのが分かってすごい美味しかったです。どれも本当に美味しくて、シャキシャキのものと柔らかいものと滑らかなものといろんな食感が楽しめて、なんかワンプレートの中ですごくこう目も楽しんで口も楽しんで楽しい食事でした。それちゃんがいいの、この瞬間足りないらしい。私ダメらしい。そうだよね。可愛いでしょ。本当に長生きしてもらわないと。本当に30年生かそうよ。そうしよう。麹で。麹で。ごちそうさま。美味しかった。気をつけて。
待たせいたしました。プレオープンしてみてどうでしたか？いやなんか本当にやる前は久しぶりだったので不安でしょうがなかったんですけど、やってみるとやっぱり覚えてるもんだなと思って、やっぱり始まるまでですね、なんかメニューはどうしようとか、価格だったりですね、そういったことがやっぱり心配でしたけど、逆に良かったなみたいな、楽しかったなって思ったところはどこですか？やっぱりお客さんと一緒に近いので、お客さんと一緒に喋ったりとか感想が直接聞けたりとか、そういったのはすごくやっぱり楽しいですよね。接客っていうんですか。接客で気をつけてるポイントとかって何かあるんですか？特にって考えたことはないんですけど、なんだろう、やっぱり居心地よく楽しく美味しく食べていただきたいっていうのは常にあるので、そういったことは意識はしていますね。あとなんだろう、話しかけてほしくない人もいらっしゃるじゃないですか。そういったこととか、ちょっと何回かちょっと喋った感じでなんとなく雰囲気でわかるので、そういったものを気をつけてますね。そうですね、なんかいっぱいありますいっぱいあって、まずは発酵と薬膳のカレーを確立させるっていうことですね。プレートランチとそのカレーの週をこう交互に作っていくとか、コラボとかをいろいろいっぱいいろんなのでやっていきたいなって、飲食関係なく、やっていきたいなと思ってます。レンタルスペースですね、やっているので、そういった人たちとのコラボとか、あとそういった人たちの作品とかをこう置ける棚があるので、そういったところも有効活用していけたらなと思っております。これってどうして車屋さんとくっついてるんですか？隣が、主人の会社、主人が経営してる会社なんですね。でここの土地を買って主人が会社を建てる時に、私がずっとそれまで夢だった話をカフェをやりたいっていう話をしていて、で今だったらその会社を一緒に建てる時にカフェも一緒に併設してできるよっていう、あなたの夢を応援できるよっていうことを言っていただいて、そういう話が出て、でそれでチャレンジしてみました。今日一日ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ぜひ皆さんこちらまで遊びに来てください。皆様お待ちしております。遊びに来てください。